週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部56話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回55話で謎解きをする2人、推理を進めていくと愛らが何かひらめいた様子。56話では謎を解き終わる2人、愛らは男子ペア、雫は巫女の元へ行くことになり、我らが探偵部1から56話公開中です。3人同好会43話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回42話ではみゆの元へ向かおうとするてつの視点。てつはどうしても行く決心がつかない様子。それを見たみくは自分とさくらだけで行くことに。残されたてつの元へ人間に戻った金谷が現れる。43話はりくの元へ向かうさくらの視点。りく、みゆが話しているところにさくらとみくが乱入。さくらが愛について語ると、それを聞いたりくは教室を飛び出して。3人同好会1から43話公開中です。君と私たちの友情日記5話。この物語は突然ある異世界高校へ行くことになったプレイヤー。そこでは様々なタイプの女子高校生がいて、天然、優等生、天才、お嬢様、個性豊かな仲間たちが続々登場。試験、文化祭と高校生活を体験し、全力で仲間たちの日常を楽しみながら過ごしていくコメディ作品です。前回4話では時間停止が終わり、理科が急に勉強ができる人物リンゴを連れてくる。5話ではリンゴを交えてみんなで勉強会をしようと提案する理科。しかしリンゴは参加できない様子で。君と私たちの友情日記1から5話公開中です。八高知県は今日もファンタスティック8話。この物語は八高知県の顧問と部員たちによる奇妙な日常を描いたストーリー。学内で起きた盗難事件の解決に立ち向かう楽見部員たち。浮かび上がった3人の容疑者に事情聴取をしていき、犯人を探していく内容となっています。前回7話は数学教師に事情聴取することに。数学教師は小梅先生が給食費を盗まれたことを知ると罰が当たったと言い笑う。その後話を聞いてもお金には困っていない様子でした。8話では誰が犯人か分からず困る3人。すると校長の娘が現れ、自分の父校長のカバンに給食費の封筒があったと言い出し。八高知県は今日もファンタスティック1から8話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。初めの話は無料で見れますよ。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味がある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。